欲しい時計と買える時計ってこんなイメージだと思うんだけど、今回はこの部分の話になりそうなんです。はい。何の話かって、ジャガールクルトの新作の話です。今年はね、レベルソ祭り、魅力的なレベルソがいくつも登場したね。で、その中でも今年の目玉と言っても過言ではないモデルがこのレベルソトリビュートジオグラフィーク。二言言っていいですか？めちゃくちゃかっこいい！欲しいいやー、ついつい吠えちゃいましたけど、好きなモデルに好きな機構がついちゃったらね、こうなっちゃうよね。気を取り直してどんな時計かっていう話をしますと、このレベルソ、表はシンプルな三振にビッグデートがついていて、普通に使いやすそうなモデルだなっていう感じなんだけど、注目は裏なんよ。ワールドタイムです。いやー、やっぱりいいよね、ワールドタイム。海外旅行なんてめったに行けないし、海外勤務みたいなことってないんだけどさ、憧れるよね、ワールドタイム。こういういつ使うかわからないけどロマンある機能って惹かれちゃうよね。それでこのモデルのいいなって思ったところを話したいんだけど、普通のワールドタイムって自分以外にタイムゾーンの表示があるから、どうしてもごちゃごちゃして視認性が悪かったりするんだけど、このモデルは裏側にタイムゾーンを配置してるから表をシンプルにできる。つまり見やすくて使いやすいっていうところが素晴らしい。レベルソのこういうところが好きなのよ。ひっくり返るってことに実用性を持たせるっていうところ、ただの面白機能にしておくだけじゃないところがいいよね。それからこのワールドタイムが普通のものと違うところがもう一つあって、よくあるワールドタイムってボタンで都市の表示をくるくる回して時間を読み取るじゃない。でもこのレベルソは時間表示の方を動かす仕様になってるんだよね。しかもこのモデルのムーブメントって既存のムーブメントにモジュールを乗っけたんじゃなくて、一体型のムーブメントになってるんだって。レベルソっていう長方形のケースにいかにしてワールドタイムの機構を詰め込むか、そこをこういう工夫をして製品にしたのかなって想像すると、より魅力的に見えちゃうよね。それからもう一つすごいモデルが発表されたんだけど、レベルソトリビュートミニッツリピーター。いやー、ミニッツリピーターなんでね、しかも限定30本ですか。いや、とても手は出ないんだけど、このモデルもレベルソのいいところが詰まってるなって思ったのがね、表がシンプルな二進、しかもグラン風エナメルの美しいダイヤルよね。これだけでも大満足のレベルソにはなってるんだけどさ、裏返すとゴリゴリスケルトンのミニッツリピーターのムーブメントが現れる。この表と裏のギャップね、いいよね。しかもね、この裏のいいところがね、ちゃんと自分の表示があって時間がわかるってところだよね。ミニッツリピーターの動きを見ながら使えるっていうの最高じゃない？買えないけどね。はい。で、最後にこれだけは言いたいってことがあってね、90年代にレベルソ60周年を記念して各500本限定で複雑機構を積んだレベルソを6種類発売したそうなのね。で、その中にはジオグラフィークとかミニッツリピーターとかあったらしいの。さらには一昨年復刻したクロノグラフレトログラードもね。ってことはよ、残りのやつも復刻するのかなって思っちゃってさ、これからが楽しみなんだよね。次あたり永久カレンダーのレベルソ来そうだよね。まあ当然だけど複雑機構積んでるから買えないんだけどね。最初に言ったように欲しいけど買えない時計の話になっちゃったんだけど、いやでもこういうの見るのめちゃくちゃ楽しいよね。ってことで今回はこの辺で。桜が綺麗だねに